I just needed to work extra. My boss told me to do so, so I had no choice. I know, but we haven't been spending quality time together recently, and I really wanted to spend time with you today. So I'm so frustrated now. I know I'm gonna make it up to you. You always Hi 皆さんこんにちは Welcome back to my channel. So today's video is brought to you by Rosetta Stone. 私もロゼッタストーンさんのアプリを使ったことがなかったんですけど、このオファーをいただいてから実際に使ってみて役に立つと思ったので、このスポンサービデオを作ることにしました。ロゼッタストーンのアプリについて英語で説明することもできるんですけど、私はみんなにこの動画から単語とか文法とか何か新しいことを学んでほしいので、日本語で紹介します。それだけじゃなくて、今日は簡単に単語を覚える方法、私が英語やスペイン語の単語をどうやって早く覚えたかについても紹介します。もし日本語がわからなかったら字幕のボタンを押してください。まず言語を学ぶときに難しいことの一つは単語を覚えることですよね。特に英語とスペイン語は日本語と全然違うので、私にとって単語を覚えるのは初めは本当に大変でした。英語を勉強し始めた時は新しい単語を覚えたら前覚えた単語を忘れちゃうし、単語を覚えたのに話す時にその単語が自然に出てこないから結局いつも同じ単語を使って全然語彙力が伸びなかったんです。でも今は単語を覚えるのが前より簡単になったし早くなりました。じゃあこれから私がしたことを紹介します。一つ目、小さいノートをいつも持ち歩く。携帯のアプリでもいいけど私は個人的に書いた方が覚えやすいのでノートに書くことをお勧めします。例えば電車でポッドキャストを聞いているときとか、外国人の友達と話しているときとか、新しい単語を聞いたら、このノートに全部書きます。左に英語を書いて、右に日本語を書きます。ほとんどの人はここで終わります。でも、ここで終わったら全然意味がありません。この作業だけだったら、単語は右から左に抜けていきます。ここからが一番大切なポイントです。大切なのは、その単語を使って自分の例文を作ることです。自分の例文を作ることで脳に、この単語は大切ですよ、と伝えることができます。つまり自分の脳を騙すことができます。この小さいノートに意味を書いて右にスペースを残しておきます。で、時間があるときに最低一つ例文を書きます。でもその単語が大切だと思ったときは2つ以上例文を書きます。でももしまだみんなが日本語の勉強を始めたばかりだったら、日本語でポッドキャストを聞いたり、日本語で映画やドラマを見るのは難しいと思います。その場合はいろんなアプリを使うといいと思います。このロゼッタストーンのいいところは、初級レベルの人でも簡単に新しい単語が学べるところです。あとは、英語を使わずに日本語と写真だけで単語が覚えられるので、この機能は本当に便利です。お茶、水、ジュース、本。男の子は食べています。男の子は水を飲んでいます。私は新しい言語を学び始めるとき、最初は母国語から訳すことはある程度必要だと思います。でも、言語を話すとき、いつも母国語から訳しながら話すと、スムーズに話せなくなる場合もあります。だからできれば英語から訳さずに日本語だけで単語を学んだ方がいいです。例えば、リンゴを見たとき、私は日本語でリンゴと思ってその後リンゴからアポに訳さないです。英語を話しているときは英語のスイッチが入っているので直接アポという言葉が出てきます。これができるようになると話しているときに止まらなくても良くなります。特に物の名前を覚えるときにこの学習方法は効果的だと思います。だからこのロゼッタストーンのアプリを使って完全に日本語と言葉のコンセプトだけで基本的な単語を覚えることをお勧めします。今私はイタリア語の初級なので
ロゼッタストーンのアプリでイタリア語の単語を覚えようとしてます。Ciao a tutti, come stai? Sto studiando italiano e mi piace molto studiare italiano. Mi piacerebbe migliorare il mio italiano pian piano. 教科書で勉強しても頭に入らないけど、絵があるので覚えやすいです。あと何度も繰り返し同じ単語が出てくるので、何もしなくてもたくさんインプット、アウトプットができます。特に初級の人でまだあまり単語を知らない人にはおすすめです。2つ目、例文をチェックしてもらう。例文を書いても間違っていたら意味がないので、日本人の先生がいる人は先生にチェックしてもらってください。もしいない人はいろんな言語交換アプリがあるので、そこで日本人と言語交換をして間違いを直してもらいましょう。アプリで言語交換相手を探すときのコツは、相手の英語学習の役に立つことです。日本語を教えてくださいっていう態度で話しかけるんじゃなくて、まず自分から相手の英語学習を手伝ってあげましょう。そうすればきっとその人もみんなの日本語学習を手伝ってくれると思います。次、3つ目。学んだ単語を意識して使う。これは一番大切なことだと思います。あと、これは一番努力が必要だけど、習慣にしたら絶対にすぐに単語が覚えられるようになります。ノートに例文を書いたことで、一回アウトプットができます。でも、これだけでは十分じゃないので、それらの単語を使ってできるだけアウトプットすることが大切です。アウトプットすればするほど脳はその単語が大切だと思って覚えようとします。例えば日本人の先生や日本人の友達と話しているときに意識してその覚えた単語を使ったり、日本語で日記を書くときに意識してその単語を書いたりしてください。あとは私がよくするのは自分に英語とかスペイン語で話すことです。自分に話すときは何を話してもいいです。だから例えば2人キャラクターを作って話してもいいです。I can't believe you came back this late. It's our anniversary.Honey, I know I just needed to work extra. My boss told me to do so, so I had no choice. I know, but we haven't been spending quality time together recently, and I really wanted to spend time with you today. So I'm so frustrated now. I know I'm gonna make it up to you. You always say that. Yeah, my family thought I'm crazy when I started this, but that's the price you have to pay to become fluent.でもこれは一人でいるときにした方がいいです。誰かがいるときにしたら変な目で見られるので気をつけてください。一番大切なポイントはただ単語を覚えるんじゃなくて、それを自分のものにすることです。自分の生活の一部にすることです。そして何回も何回も書いたり言ったり使ったりすることで脳を騙します。脳にその単語が大切だと思わせることができたらこっちの勝ちです。それをし始めるとだんだん聞き取れる単語も増えてきます。というのは自分が自分の口で言ったことがある単語は誰かが言った時に聞き取りやすいからです。これは初めは大変だけど習慣にしたら絶対に単語を忘れにくくなるし、もっと早く日本語が上達します。もしよかったらこの方法を試してみてください。初級の人はまず基本的な単語を覚えた方がいいと思うので、ぜひロゼッタストーンのアプリを使ってみてください。このアプリに興味がある人は下のリンクから登録したら割引があるので、そのリンクから登録してください。あと今ロゼッタストーンさんはライフタイムサブスクリプションというキャンペーンをしているので、$199で1回買ったら一生使えます。しかも好きなだけ多くの言語を学ぶことができるので、他の言語も学びたい人にはおすすめです。Okay, thank you so much for watching and I hope this video was helpful to you. And if you like this video, please hit the like button. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do because I'm gonna be uploading more videos. Okay, so I will see you in the next videos. またね! See you!